なんで UNO-Q はこんなに面倒なの？そんな UNO-Q のプログラムについて解説していきます。それでは行きましょう。こんにちは。デジタル技術大学校専属講師のゆかりです。今日は Arduino UNO-Q の LED を点滅させるプログラムを解説します。普通の Arduino では C++ で LED を光らせます。ラズベリーパイでは Python で GPIO を操作します。では UNO-Q は何が違うのでしょうか？実は UNO-Q は Linux、Python と MyCon、C++ が同時に動いているボードです。今日はこの仕組みを理解しましょう。スケッチを見るとブリッジ、.begin があります。これは Linux 側と MyCon 側を接続する初期化を行います。次のブリッジ、.provide はダブルコーテーションで囲まれたセット、LED、ステートという名前で呼ばれたとき、Arduino 側のセット、LED、ステート関数を実行するように登録します。つまり、Linux 側から命令を受け取る準備をしています。セット、LED、ステート関数の中ではデジタルライトで LED を制御しています。ここは従来の Arduino と同じです。次に Python 側を見てみましょう。1行目は UNO-Q で Arduino の構造を Python で動かすための仕組みを読み込んでいます。2行目のインポート、タイムは時間を扱うための標準モジュールを読み込んでいます。LED ステートはフォルスにします。Python では型宣言が不要です。いきなりトルーやファルスとかけます。def、ループがありますね。ここでループ関数を定義しています。グローバル、LED ステートはループの外にある LED ステートを使うという宣言です。タイム、.sleep を1にして1秒待ちます。LED ステートイコール not LED ステートでトルーとフォルスを反転させています。そして重要なのがここです。ブリッジ、コールで Linux 側からスケッチにあるセット、LED、ステートに LED を呼び出し、値を渡しています。つまり何が起きているのか、流れはこうです。Python、ブリッジ.call、C++ 側の関数実行、デジタルライト、LED 点灯、Python が命令し、MyCon が即座に実行します。これが UNO-Q の構造です。なぜこれが重要なのかというと、Arduino 単体では Web アクセス、AI 処理、ファイル操作は苦手です。一方、ラズベリーパイではリアルタイム制御、正確な PWM、割り込み処理が弱い場合があります。UNO-Q は Linux の処理能力、MyCon のリアルタイム制御の両方を持っています。今回のプログラムはその最も基本的なものです。プログラムを実行するために右上の欄をクリックします。しばらく待ちます。Arduino UNO R4 よりも実行時間が長いように思えます。このように点滅ができるようになりました。止めるにはストップをクリックします。それではまとめです。今日のポイントは3つです。UNO-Q には2つの CPU がある。ブリッジがその橋渡しをする。Python が考え C++ が動く。L 地下はその入り口に過ぎません。この仕組みを理解すると AI と組み込みの融合、ネットワーク連携、高度な IoT 開発が可能になります。実は UNO-Q はネットワーク単体でも動作します。モバイルバッテリーで動かし、パソコンにつなげなくてもプログラムすることもできます。このようにパソコンにつなげた時と同じように動きます。
アルディーノアップラボを立ち上げるとネットワークのみ表示されます。いかがでしたか？今日は LED の点滅を通して UNO-Q の本質を理解しました。以上で終了です。お疲れ様でした。改善提案もコメント欄でお待ちしております。もしよろしかったら